こんにちは、みえこです。今日はお花の模様に花びらのたくさんついたカバンを作ったので、一緒に作りましょう。中はこんな感じにできていて、まちもちょっと広めに作りました。そして裏と表の花のつける位置を変えました。とっても使いやすいカバンになったと思うので、作り方をご紹介します。まずは花びらの布を切ります。10センチ ×10 センチの布を24枚切ります。このように布を畳んで針で留めます。全部同じ色で作っても大丈夫ですし、いろいろな布を使っても楽しい作品になります。全部針で留めたら、キルト糸で縫います。布の端から5ミリぐらいのところを大きい運針で縫います。次に糸を切らずに次の花びらをまた縫います。このように12枚花びらを続けて縫ってください。続いて縫った花びらを糸端をそのまま長いままにしておきます。後で長さ調整します。だいたい35センチぐらいに布を縮めておきます。次に花の中心の布を切ります。私が使ったのは26センチの皿です。これをこのように鉛筆で線を引いて型紙を作りました。少しぐらい大きくても大丈夫ですよ。そして切った型紙でキルト綿の上に置いて鉛筆で線を引いてこのように切ります。花の中心の布の上にキルト綿を置いてハサミで切ります。布端の曲線の部分をまた大きい運針でキルト糸で縫います。そしてこのように縫ったらキルト綿を乗せて針で留めて糸を引いてこのように作ります。
念のため確認してみますと、表側がこのようにできています。では戻して表側からキルト綿がずれないように軽く縫います。この糸は後で取ります。このようなものを2枚作ります。続いてベースになる布、キルト綿とベースどちらも同じ大きさです。この布の上に先ほどの花の中心の布を上に置いて鉛筆で線を引きます。ちょっと見えづらいんですが、線を引いた内側にもう一本線を引いてほしいんです。この線を目印に花びらの布を置いて針で留めます。このカバンの作り方の中で一番神経を使うのがここですよ。針で丁寧に留めてそして花の中心の布を上に置き針で留めてこの白い布の端をミシンで縫います。もちろん手で縫っても大丈夫ですよ。そしてちょっとはみ出てしまった布は切り落とします。今度は裏側も作ります。裏側は花のつける位置をカバンの底のあたりにつけたいので、まちをこのように12センチ折って布を上に置いて線を引いて先ほどと同じように花びらの布を針で留めます。そして花の中心の布を置いて先ほどと同じように針で留めてミシンで縫います。続いてこの白い布の上に刺繍糸でステッチします。この時ステッチするのは刺繍糸を2本取り、針は刺繍針で縫っています。このようにステッチします。先ほど動画で撮るのを忘れましたが、花びらの端をもう一度縫っておくとしっかりと留まります。なので白い布の端をもう一度縫っています。次にバッグの底を作ります。縫い代部分1センチ
アイロンを当てて折り線をつけます。そして底についた花の上にこの布端を合わせて針で留めます。カバンの底が汚れやすいので、少し濃い色の布を底に縫い留めます。ミシンで縫います。続いて持ち手の紐を作ります。前回と同じように布の上にキルト綿を置いて中心を縫います。キルト綿つなぐときは重ねてくださいね。そして縫い代を内側に入れてこのように畳んで持ち手の幅を広くしたい人はここで少し大きめに作ると簡単にできると思います。3つに畳むとしっかりした紐になるので3つに折り作ってあります。そしてミシンで縫って刺繍糸で飾り縫いをしてあります。次にカバンの中心に針で印をつけて持ち手の紐を針で留めてまずは1センチで1回縫います。次にカバンの横1.5 センチでミシンで縫います。ですがその前にまちの部分を今回6センチ折りました。まちの幅もここで調整するといろんなサイズにできますよ。裏布を作ります。表布と同じ大きさに切った布を用意します。そして同じ幅のまちの部分を畳んで 1.5 センチの縫い代で返し口を残して縫います。そして表布の中に裏布を入れてカバンの入れ口を今度は 1.5 センチの縫い代で縫います。そして裏布の縫い残した開け口の中から表に返して開け口を閉じて、そして裏布が表に出ないように刺繍糸でカバンの入れ口をステッチします。紐の持ち手にボタンをつけると少し強度がつくかと思います。できました。簡単にできたでしょ。最後まで見ていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。